皆さん、こんにちは。マミの健やか日本語ポッドキャストです。このポッドキャストでは、日本語で日本に住む私の頭の中を静かに言葉にしています。朝、少し落ち着きたい時や、夜、今日はそろそろゆっくりしようかなと思った時に、そっと聞いてもらえたら嬉しいです。皆さんお久しぶりです。お元気でしたでしょうか？私はですね、実は6月に入ってから体調を崩してしまって、しばらく皆さんとお会いすることができませんでした。熱が出たりとか、ちょっと体調を崩してしまって、それこそ5月病ではなくて天気痛、そんな状態でした。でも1週間ぐらいゆっくり休んで、とても元気になったので、今日こうしてポッドキャストを撮っています。皆さん大変お待たせしました。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはですね、自分のご機嫌取りをしていますかです。ご機嫌取りという言葉、ご存知でしょうか？この言葉はもともとは相手に気に入ってもらおうとして、その人の機嫌を良くしてあげること、それを言うんですね。例えば上司のご機嫌を取る、相手のご機嫌を取る、このように使います。なので本来は自分に対してご機嫌取りをするという使い方はちょっと文法的には正しくはないんですよね。でも最近はストレスの多い社会の中で、自分自身を大切にするという意味で、自分へのご褒美とか自分へのご機嫌取りという表現をすることがとっても増えました。皆さんは自分を大切にできていますか？自分のご機嫌取りできているでしょうか？仕事で忙しい人もいると思います。学生の方で家族からのプレッシャーが大きいですという方もいるかもしれませんね。そして今は休職中ですという方もいらっしゃるかもしれません。家族のお世話で24時間気が抜けませんという方も聞いてくださってるかもしれませんね。えー皆さん本当にいつもお疲れ様です。毎日を健やかに生きるためには、ほっと一息つく瞬間だけではなくて、やはり自分のご機嫌取りも大切だと思います。今日はですね、私がよくしている自分のご機嫌取りについて話しながら、楽しくゆっくり皆さんと過ごしたいなと思います。まず趣味とご機嫌取りの違いについて話してみましょうか。趣味とご機嫌取りというのは、似ていますね。どちらも自分が好きなこと、自分が心地よいと感じることですよね。ですが、この2つには少し違いがあります。趣味は好きだから続けるものですよね。でも趣味には時々もっと上手になりたいとか、ちゃんとやりたいという気持ちが入ってきますよね。だから楽しいだけではなくて、少しちょっと大変だな、苦しくなることもあります。一
方で自分のご機嫌取りというのはもっと小さくてもっと優しいものです。目的は上手になることではないんですね。自分の気分を少し整えることですね。例えば疲れた日にお気に入りの紅茶を飲むとか、きれいなノートを開くとか、好きな香りを嗅ぐ、夕方のきれいな空を見る、少しだけ好きな音楽を聴く。こういうことは趣味というほど大きなものではないかもしれません。でも自分自身の心を少し助けてくれたり整えてくれたりしますね。なので趣味というのは人生を豊かにするもの、ご機嫌取りは今日の自分を助けるもの、そんな風に考えられると思います。皆さんのご機嫌取りはどうでしょうか。では私のご機嫌アップワードを紹介しようと思います。これは私のご機嫌がアップするな、そんなものはですね、言いますね。外国語、コーヒー、文房具、本屋さん、散歩、生き物、占い。この7つ、この7つは私の自分自身のご機嫌取りができる本当に大好きなことです。どんなに大変でもできちゃう。どんなに疲れててもできちゃう。そんなものです。今日はこの話をしてみます。まずは外国語です。おそらく私のポッドキャストを聞いてくださっている方は外国語の勉強が好きな方が多いのではないかなと思います。私の場合はもう特に新しく知る言葉に出会うことができたらとっても気分が良くなります。例えば日本語の授業をしている時にたまに私の学生さんが私たちの国の言葉ではこんな言葉がありますと教えてくださることがあるんです。そんな時はそうなんだと心の中はハッピーハッピーです。話を聞きながら手元のノートにすぐメモしています。次にコーヒーです。これはカフェで飲むコーヒーではなくてお家で飲むコーヒーです。実はコロナの時期にエスプレッソマシンを買いました。その時からお家の中でこのカプチーノとかカフェラテを作って飲んでます。スチームミルクも作ることができるのでカフェに行かなくても一人で静かにカフェ気分を楽しむことができます。これが私にとってもう至福の時ですね。そして次に文房具です。これはこのポッドキャストを聞いてくださっている方はもうご存知かもしれません。私は文房具が大好きです。最近は万年筆のインクを新しく買って手帳タイムをもっと楽しくしています。お買い物に行っても文房具コーナーに立ち寄ればもうそれだけでご機嫌アップ。買っても買わなくても気分がとっても良くなります。
万年筆に桜色のインクを入れて、こうノートがね桜色、もう桜が咲いたような色になるのを眺めることもとっても幸せです。そして次にカフェでポッドキャストの台本を書く時間も好きです。私最初にも言ったんですが、実は6月に入ってから天気痛や気象病が本当にひどくて、ずっと頭が痛くて何にもする気になれなかったんです。ですが今日はそろそろ更新したいなと思えるようになったので、カフェに行って台本を書くことにしました。とっても気分が上がる時間を過ごせました。次に本屋さんです。実は数年前に私の近所の、本屋さんが全部閉店してしまったんですよ。それで本が大好きなのに本屋さんに行こうとしたら、もう電車に乗っていかないといけなくなりました。大きな本屋さんに行きたい時や、何か調べ物がしたいなと大型書店に行きたい時は大阪や京都まで出ないといけなくなったので、時間もお金もかかります。電子書籍を買っていた時期もあるんですが、それでも時間がかかってもお金がかかっても大きな本屋さんに行くこと自体が私はとっても好きなようです。紙の匂い、本屋さんごとに違う展示の仕方、好きなジャンルのコーナーに行く時のワクワク感、もう大好きですね。海外旅行に行っても私はその国の一番大きな本屋さんに時間を作ってわざわざ行くぐらい本屋さんが好きです。その国の本屋さんで売れている本を見れば、その時その国の方々が何に興味を持っているのか、何を知りたいと思っているのか、それが見える気がするんです。とっても面白いなと思います。そして散歩です。私は田舎に住んでいるので、季節の花や山の景色を毎日見ています。毎日毎瞬間表情が変わるので、いつも新しい発見がありますね。例えば今日川沿いを歩いているとユリの花が咲いていました。きれいな白色がキラキラととっても輝いて見えましたね。こういう小さな発見が私のご機嫌を良くしてくれます。そして生き物です。私は生き物が本当に大好きなんです。小さな頃からお家でカブトムシを育てたり、学校のザリガニを夏休みの間家で預かったり、学校で飼っているウサギに餌をあげたり、田んぼにいるカエルを手に乗せて遊んだり、ハムスターやモルモットを飼ったり、家の近くの牧場に行って牛を見に行ったり、蝶々を卵から育てたりと、今まで本当にたくさんの生き物と触れ合ってきました。そして最後に占いです。私は小学校の頃からなぜか占いが大好きでした。高校生の頃は数秘術という占いを勉強していました。最近はインドの占星術、占いを知ってとっても興味が出て YouTube でいろいろ
検索してみています。占いが好きではない人もいると思うんです。でも私の機嫌はとっても良くなるんです。なぜ好きかというと、自分のことはとっても当たっているからなんです。というのも、この占いで私の向いている職業、仕事を調べたことがあるんです。すると、こういうふうに出ました。海外に関すること、外国語、芸術、教えること、宗教や哲学、心理学に関すること、会社で働くより自分のしたい仕事を自分のペースですることだそうです。もうこれは私のことですよね。本当に不思議ですよね。私は例えば神社に行くと心が落ち着いたり、外国語を勉強すること、そして日本語や韓国語を教えること、で音楽の楽しさを伝えること、このようにポッドキャストで形にはないんですが、そんなことで伝えることなんていうのはとっても魅力を感じます。自分のご機嫌取りの話は一生できますね。楽しいです。話しているだけで気分が上がります。ちょっといつもより長くなってしまいました。皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。皆さんもご自身のご機嫌取りをどんどんしてくださいね。そしてもしよかったらコメント欄で教えてください。もしくは授業の時にぜひ教えてください。皆さんはどんなことでご自身のご機嫌をとっていますか？お気に入りの飲み物でしょうか？音楽？散歩？本でしょうか？皆さんのご機嫌取り、ぜひ聞かせてください。今日はここまでにしましょうか。ちょっと長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストが日本語のリスニング練習や静かな時間のお供になれば嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。